前向きにチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル。今回は京都大学ビジネススクールよりまた初登場の MBA 女子が来てくれました。それではナーリン、自己紹介をお願いします。はい、ナーリンです。私は2016年3月に京都大学 MBA を卒業しました。仕事は金融関係の企画職をしておりまして、現在その他にネットショップのオーナーや、あと持病の1型糖尿病を広める活動を行っております。京都出身の今東京在住です。よろしくお願いいたします。そしてリナ。はい、リナです。大手 IT 企業で勤めております。そして私、エツコです。よろしくお願いします。京都大学大学院ってどんな学校？特徴教えて。正式名称は京都大学大学院経営管理教育部。京都市左京区にキャンパスがありまして、2006年の4月に設立されました。月曜日から土曜日までの昼間に開講されているフルタイム制の専門職大学院です。2016年度には博士後期課程が設立されまして、2018年には観光立国の推進を支援する観光経営科学コースが設置されました。そしてまた2019年度からはグローバル化を一層推進するために米国のコーネル大学と国際連携コース開講されまして、ここでは英語のみで MBA を取得できる国際プログラムの定員の倍増などを行いました。観光経営科学コースもあるんですか？インバウンド観光とかホテルを全国展開でマネジメントされている方とか、京都のインバウンドに携わっている民宿を経営されている方、いろんな分野で活躍されている方いらっしゃいました。通常の MBA はどんな人が多いんですか？京大 MBA 自体が全部で100人程度の定員の学校なんですけども、まず社会人学生と新卒学生と呼ばれる大学を卒業してそのまま上がってくるような学生の2パターンなんですけれども、社会人学生が 75% くらいと新卒学生が 25% くらいで、その中で海外から来られて勉強されている方が留学生の割合だいたい 50% に近いような割合でした。年代的にはどのぐらいの年代の方が多い？40代くらいの方が多いような気がします。会社派遣とか会社を一旦辞めて家業を継ぐために入ったとか、ミシュランのシェフの職人さんというような方々もいらっしゃいました。ナーリンは大学を卒業してそのまま、そうですね、100人いる中で20人いないぐらい、15人くらいで、その中で女性の人数は私入れて2人でした。貴重な新卒女子学生ですね。社会人にならずに MBA に入ろうと思ったきっかけは？大学の時に観光を通じた経済の活性化とか国際関係の良好化とかの研究のテーマに置いてたんですけれども、もうちょっと学びを深めたいっていうふうに思った時に、ちょうど私の母が同じ京大 MBA にその時通学してたんですけれども、社会人学生と新卒学生が一緒に勉強できるっていう学校のその雰囲気と、あと観光誘致のトピックに興味があったので、 MBA のビジネススクールの観点から学んでみたいなと思って進学を決めました。お母様が京大の MBA を取られてた？母も会社勤めではないんですけれども、自分でちょっとした地域とのスモールビジネスをしていて、それで興味を持って入った。3月に母が卒業して4月に私が入って、同じ教授に卒業論文を見てもらいました。教科書はだいたい母からのお下がりでもらったのと、あと試験前の対策ノートとか、そういったあたりはもう全部助けてもらいました。京大の MBA に行ってどうでしたか？そうですね、もう行ってよかったなと思うのが、やっぱり社会に出る前に私は京大 MBA に行ったので、いろんな方面で活躍される社会人の方からアドバイスをもらったり、もちろんその方々の活躍のお話を聞いたりして本当に刺激になりましたし、どういった道に進もうっていうような指標にもなりました。これ噛んじゃったんですけど、もう一回覚えてるね。ね。ありがとうございます。さて、京大 MBA の学費はこのようになっています。青学と比較すると安いですよね。半分以下ですね。さすが国立ですね。この価格だったら東京の MBA に行かなくてもあえて京都に
って京都に住んじゃうっていう方も多いんじゃないですか？関西圏の方が多いんですけど、社長さんとかマネジメント職についてらっしゃる方は東京から授業の時だけ新幹線で通学するという方も多かったです。毎回？毎回です。すごい。時間割で言うとどういう時間割なんですか？朝一の授業は9時から夜最後の授業は確か7時ぐらいまでだったような気がします。私みたいな新卒学生だともう毎日のように授業をちょっとずつ入れるんですけど、1日にまとめて授業を入れるって方は週に 2,3 回朝から3教科4教科ぐらい入れて取ってらっしゃるっていう方いらっしゃいました。入試ってどんな感じなんですか？まず新卒学生と社会人学生の入学試験の方法が異なるんですけど、私のような新卒学生は志望動機と論述式のテストを受けるというようなものでした。あと加えてTOEIC とか TOEFL のスコアを申し込みの時に一緒につけて送るっていうような感じです。論述のテストって、例えばなんですけどどんな感じの問いが問われるんですか？経営学、経済学、数学、会計学の中から1教科選んで自分が受けたいと思う記述できると思う問題に答える形式です。私は経営学を選んだんですけど、組織学に絡めたような問題が出題されたんですけど、それを論述式で答えるというようなものでして、対して社会人学生の方はそういった論述式の試験はなく、その代わりに志望理由を記載するような小論文と、あと面談の2種類の試験が行われます。社会人学生は青学と一緒ですね。一緒ですね。ところでナーリーは新婚さんなんだってね。そもそもの馴れ初め教えてくれるかな？実は主人も同じく兄弟 MBA を出ていて、学内結婚。旦那様は何歳なんですか？同い年です。同じく新卒学生として入学しました。じゃあもう一緒にお勉強したりとか。まずそもそも付き合ったのが結構卒業寸前だったんですけれど、今でもMBA の時の友人を家に招いて一緒にご飯食べたりとか、そういったつながりはあります。旦那様はどのようなお仕事なんですか？主人は新卒の時に開発系の仕事に入ってで、現在は転職をして今スタートアップで開発続けてやっています。入った時からいいなと思ってたんですか？いや、実は入った時にはあんまり話したことはなくて、最後卒業研究の段階で学校にこもって頑張ってパソコンをカチャカチャする時に隣の席にいたっていうのが主人でした。兄弟 MBA に入ったからこそ出会えた一番の収穫です。素敵。ちなみに2人はなんか学生時代なんかあったのかな？それが答えですか？はい。わかりました。ナーリンはネットショップオーナーを今やってるそうなんですけれども、どんなショップをやってるんですか？ラテチュっていうお店なんですけど、一言で言うとアパレルショップです。私自身1型糖尿病っていう病気を患ってるんですけど、インスリンを体に打たないといけないで、医療機器をつけないといけないので着られる服が限られてしまうということで、医療機器をつけてても着やすいワンピースとか可愛い気分が上がるような雑貨とかを販売しています。服のデザインとかって自分がデザインされたりするということですか？お洋服は基本的には既製品を加工して販売しています。中国から仕入れて、で中国の工場で加工をしてもらって、それを国内で販売するというものが一番多いですね。これもネットショップのお洋服なんですけど、かわいい。医療機器を私背中につけてるんですね。で背中に針が刺さってるので、通常ワンピースだとこの紐が邪魔になって着れなくなってしまうんですけど、ここに穴を開けていて、そこからこのチューブを出すことによって外でもポケットを通じて操作ができるというようになってます。糖尿病でない人も着れるお洋服だったり使えるグッズ、今流行りのようなお洋服にでも便利に着られるような加工をしてるっていうものなので、お客さんの中でも健康なお客さんでも見てくださって買いたいって言ってくださる方もいたりしています。実際立ち上げてみてどうですか？1型糖尿病の同じ病気の女性っていうのがやっぱりすごく悩みは多いんですけど、人口が多い病気ではないので、ビジネス
スとして成り立たせるのと仲間内で盛り上がっていくっていうような考え方をどう両立させていくかっていうのはちょっと悩んでいるところです。さて次回はナーリンのお悩みを解決してくれるかもしれません。ネットビジネスのカリスマ経営者をお迎えし C2C ビジネスのノウハウをお伺いします。来週もお楽しみに。